どんどんジャングル化してきてるな。どうもきみまろです。この部屋めちゃくちゃ今気に入ってるんですけど、これはこれで気に入ってるんですけど、ちょっとね模様替えをしたいなって思っています。この部屋のインテリアはブルックリンスタイルというか、少しインダストリアル感もあって、ブラウンとマットブラックの組み合わせで、統一感を出すようにね、家具選びとかもしていたんですけど、この植物もたくさん増えてきて、有機的でありつつ、武骨さもあるというんですかね、統一感はあるんだけど、統一感を目指してきたんで、統一感はあるんだけど、ちょっとね、遊び心がないというか、少し重い雰囲気もあって、面白みがないインテリアになってるかもなと思いまして、あとね、ちょっとなんとなく暗い感じもするんですよね。なので、もう少し面白みがあって、明るく軽い印象も取り入れた部屋にしたいと思ってるんですよね。無機質でもいいんだけど、重く見えないテイストのものを取り入れていきたいなと思ってて、例えばミッドセンチュリーっぽい感じとかね、ミックスしていくといいのかなと思っていて、で特にこのテレビ周りですね、この辺りが、これね、結構前に買ったジャーナルスタンダードファニチャーのテレビボードなんですけど、これがね、重い感じなんで、まずね、この辺りから変えていきたいなと思ってます。そんなわけで今日は今からね、テレビボードをオーダーしに行きます。いろいろどれにしようか考えたんですけど、ずっと欲しかった憧れの家具をね、オーダーすることにしたんで、今からそのショールームにお邪魔してきます。じゃあそろそろね、出かける時間なんで行ってきます。行ってきますね。あいにくの雨ではございますが、東京駅に来ました。今からね USM ハラのショールームに伺いたいと思います。傘がひっくり返った。 USM ハラという大人気な家具がありますけども、ちょっとそこに行っていろいろね案内いただこうと思ってます。いや楽しみですね。どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はちょっといろいろ相談させてください。楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前も一度ちょっと伺ってますけど、いやもうずっと迷ってますね。悩んでる。どれに解決して。そうですね。色ですね。やっぱ色がめちゃくちゃ悩んでたりするんで、やっぱりこれだけ色あるんでブレますね。結局余計にブレる。そうですね。黒系もやっぱかっこいいんですよね。これねすごく素敵なので。そうでもちょっとこの前もちょっとお話いただいて、明るい色もねちょっと迷いつつあって、軽い色、明るくてちょっとこうカジュアルな色というか、そういうのをちょっと部屋に取り込みたいなと思ってるので、ちょっと今日はそういったものもねちょっといろいろ見させていただけたら。はい、なんかあります？そうこれね、これこの前ちょっと見させていただいて、めちゃくちゃこれにねなびいてます。これいい色ですよね。とっても綺麗ですし、14色にないちょっとメタリックな感じが表情として出てくるので、こういうオーディオ関係ですとかおすすめですね。確かにオーディオとか今回ねテレビボードで検討してるので、またこれ置いてあるとイメージしやすいですね。すごいこういう感じになるんだ。これがテレビがだいたい1メートル以上でもありますよね。55インチのテレビなので、135ぐらいでしょうかね。1.5 倍ぐらいのサイズとかにするといいとか、なんかそんな感じでしたっけ？テレビボード。やはりこう余白がないと、プロポーションがデザイン的にあまり良くないので、こう本体のテレビの大きさと下のベースっていう感じで大事にしています。そうなんですね。部屋の中で家具の主役になってきそうなので、バランスもすごい重要なんで、バランスも考えていきたい。こういったパーツを組
組み上げて構成してるので、そうなんですよね。これがいいですよね。は選択肢めちゃくちゃ広がるから。そうですね。組み合わせでも確かに僕もすごい悩んでいて迷っていて、どういう組み合わせにするか。ロボット掃除機とかちょっと実用的な話なんですけど、最近すごく需要があるので、やっぱあります。やはりちょっと立ち上げて、お掃除機能面も兼ねたテニーボードっていうことで好まれる方も多いです。やっぱそうなんですね。軽やかな感じになりそうですよね。足上上がるとね。シュッとさせた方が好みだっていう方もいらっしゃいますし、軽快な感じでスタイリッシュにしている方と、そこも悩んでたんですけど、ロボット掃除機のことを考えると足も上げられるといいかなと思って、基本的にはスタンダードというか、がこの足なんですよね、大体はね。この足だけど、これを上げることもできるんですね。10センチのパーツとかでこう上げていくこともできますので。なるほど。あとはテレビボードなので、そのソファーとの高さ関係ですね。高さ関係、そっか、そういう目の位置だったりとか。皆さん意外とこう平面に対しての大きさがすごく検証されるんですけど、空間に対して高さ関係のバランスですね。それもすごく大事な要素なので、やはり目線ですとか、あと他の家具との高さも調整しながらベストを見つけた方が素敵だと思います。一応サイズいろいろ測ってきたんで、後でシミュレーターで相談させてください。かしこまりました。扉をですね、こういうご用意があるんですけども、こちらのデザインは同じなんですが、これがドロップダウンドアといって手前に倒れるんですね。で、反対側がですね、今引き出しになっておりまして、こういう感じで、とても収納力があるので結構入りますね、こう見るとね。こういう二段使いにすることも可能ですので、開けて中で2段になってるんですか。面白い。こんなのもできるんです。こんなのできるんですね。そうです。CD とか DVD なんか入れるとどうしても高さ上余ってしまうので、確かに二段使いにして上もしっかり収納。これ知らなかった。こういうのあるんですか。へえ。USM のもっといいところは後からもプラスしていけるので、これで使ってみるとも後々これをつけてみようかなっていうことも可能なので、これ自体も後からつけられるんですか。へえ。そうなんだ。それは知らなかった。これは色は合わせられる。合わせることもできる。基本全パーツ全色が一応揃ってはいるってことなんですね。閉めた時はすごいすっきりスタイリッシュになっていて、あとこれ僕好きなの、これ回転させて開けるんですよね。こうやってね。ちょっと覚えてほしい。ちょっと今片手でやってるんであれだけど、この機構もすごいいいですね。かっこいいですよね。日本の仕様だけなんですけど、やはり地震があるので耐震ラッチのような役割。そういうことか。勝手に出てこない。なるほど。いやー、ワクワクしますね。楽しい悩みですからね。ちょっと色も、あと形というかどう組むかも含めてちょっとシミュレーションしていただいていいですか。お願いします。ありがとうございます。かわいいお水いただいた。テレビのサイズとか分かった方がやりやすいですかね。そうですね。一応メモしてきたんですけど、テレビが横96、縦が60、奥行きがだいたいスタンドの手前から奥まで今30センチぐらい通ってるんで、35とか40センチとかそれぐらい奥行きがあればバランスがいいのでまず考えて、かしこまりました。じゃあ先ほどのお掃除ロボットが入るようなスペースを下に設けてですよね。そうですね。それも欲しいですね。かしこまりました。こうやって面白い。こうパーツを置いてくるんですね。サクサクちょっと書いていきますね。今下の立ち上げた部分がお掃除ロボットが部分ですね。この上の箱が先ほど見ていただいたサイズのものと同じで、横幅が75が2つで1500、で高さが35センチの奥行きが35センチで、そうするとテレビが96センチなので余白がちょうどよく残るかなと思います。1.5倍ぐらい。バランス良さそうですね。そうですね。ちょっと高さが今50センチ近いので、でもそれぐらいがいいな。いいですか。ちょっと高くしたいなと思ってるので。そうですか。ぴったりですね。わかりました。奥行きも35ですよね。35です。もう完璧もこれですね。よかったです。しっかり中も収納力がありますので、こ
これに扉を、はい、どんな扉をつけていくかっていう今度選択になるんですけども、えやはり中身見えない方がいいから扉は必要ですよね。必要ですね。はい、じゃあ先ほどちょっと見ていただいたこの前に倒れる扉か、引き出しですね、こんな感じの引き出し。片方はこの手前に開くやつの方がいいかなと思っていて、もう片方はやっぱ引き出しの方が使いやすいかなと思ってるんで、この組み合わせで、あとできればこれ逆にできるといいかな。で閉めた時はもうデザインが一緒ですので、これいいですよね。閉めた時は一緒なんですよね。この真ん中って今何センチでしたっけ？真ん中今この縦35です。はい。これの上にオープンのギャック、こう開いたようなギャックつけることもできるんですか？こちらも可能です。これもちょっと大きさがいろいろありまして、一番短いので10センチ。10センチですね。DVD プレイヤーみたいなやつがあるんで、それがまあ7センチとか多分それぐらいなんで、それを片方に置ければ置きたくて、あとはちょっとよくある本を置いたりとか、ちょっとディスプレイ的な感じもちょっとやりたいなとか思っていて、この部分は欲しいんですけど、多分10センチあればいい気がするんですよね。そうですか。下の10センチと上の10センチでプロポーションも綺麗なので、そういうのぜひ言ってください。プロポーションとかわかんないんで、すごく大事な要素ですね。この場合真ん中もうちょっと縮めた方が良かったりするんですかね？そうですね、今ちょっとそのサイズ感を確認していただくんですけども、下10センチ立ち上がって35センチの箱で10センチで、トータルで60センチ近くなってますので、もしかしたらちょっと高いかもしれないですね。今上上げた分、なんか真ん中を10センチ25とかのパンツもあるんですか？あります。ちょっとここを25センチにしますね。こんな感じで。また雰囲気が変わりまして、すごいなんか軽やかになりましたね。スタイリッシュな感じで、今もうこれがうちに置かれることを想像して、もうなんかちょっと鳥肌がめちゃくちゃいいなって思ってます。かっこいいです。かっこいいですね。これはかっこいいと思います。かっこいいですね。すごいですね。こんなテンポよく理想に近づけてくれて、すごい助かります。形はもう大枠これだな。いいですね。だいぶいいですね。よかったです。あとはちょっとまだお色も決めなきゃいけないので、ちょっと先ほど黒にしてみましょうか。黒、そうなんですよね。これが黒ですね。かっこいいですね。かっこいいな。だいたいうちに置いてある家具、家電とかがブラウンの天板にマットブラックの足、スチールの足みたいな、なんかこういうブルックリンスタイルみたいな、そっちっぽいやつが多くて、そこに置くならまあ黒になるのかなと思ってたんですけど、ちょっとお話ししていく中で明るい色を提案いただいて、一気に心揺さぶられて、ちょっと実際のものとか見ていいですか？もちろんです。全部で15色 USM を持っておりますので、サンプルもあるんですか？あります。サンプルさせていただいていいですか？うわすごい。これで実際に使われる、これ引き出して、そっち側から引き出せるんですか？これとこれとこれか、15色。いやこれはこれで悩みますけどね。そっか、楽しさがですよね。モノトーンでも5色あるんですね。で先ほどテレビボードで使ってたのはこのマットシルバー、シルバー。このシルバーがね、僕めちゃくちゃ気になってるんですよね。これいい色なんだよな。結構白選ばれる方多いですか？人気色はどれなんですか？人気色はやはり白、あとベージュですね。ベージュも可愛いですね。やはりこう日本のインテリアの空間に合いやすいっていうことで皆さん選択される方が多いですね。これは結構攻めた色ですけど、でもこれはこれで USM のいいですよね。そうですよね。ビビッドなカラーなので、なんかある意味せっかく選ぶなら原色的を選ぶとかいう方も多そうですよね。そうなんです。これはこうやって悩んだんですよね。オレンジとかバツって置くとかねちょっと考えたりもしたんですけど、そこまで攻めなくてもってちょっと思っていて、この辺いいですよね。やっぱこれだな。ひときわ目引くのは僕の中ではこれですね。これはいいですよね。これだけちょっとほんのりラメっぽくなってるんですか？でも全然なんか目立たないというか上品な
ラメ感ですよね。そうですね。ちょっと触り心地もですね、違うんですか？違うんですよ。ちょっとやっぱざらつきがあって、本当だ、少しそれがまあほんの少しだテクスチャーだったけりするので、粉体まではいかないけど、はい少しだけちょっとザラッとした感じなんだ、そうですね。いやこの質感もいいな。ツルッツルとはまた違った感じで、まあ間接照明とかも多分周りあるんですけど、はい、そういうのがいい感じにここにそうですね、当たるんじゃないかなとか思って、うんうんうん、色の名前としては何ていう色なんですか？マットシルバーです。マットシルバー、はい、シルバーなんですね。シルバーです。マットシルバー、これだな。ちょっともう一回さっきのテレビボード、はい、あれがマットシルバーなんですよね。マットシルバーです。あれももう一回見させていただきたい。立体で見るとまたこう表情がしっかり見えてくるので、これだよな。これやっぱいいですね。明かりの差し方で若干ちょっと色が明るく見えたり、少しこう影を落としたように見えたりとかで、はい、すごい表情出る感じですよね。はい、でまたこのスチールチューブっていうんでしたっけ、これとボールジョイント、これは基本全部共通のパーツなんですよね。こういうのはね、はい、USM の一番大事なフレームの部分とボールの部分ですね、はい、うんうん、穴が開いてるところがどんどんこのフレームを足して拡張していってる部分なので要ですね。これはそういうことか、はい、これじゃあ後から継ぎ足したりっていうのもできるってことなんですか？はい、へー。これも同じサイズのものが横に3つ並んでるんですけども、はい、ね、まあ、これを切り離したりですとか、上にこう乗せていったりっていうことが、はい、まあ、USM はできますので、スタッフの方がやっていただくって感じですよね。専門の施工スタッフがはいはい、ありがたい、助かりますね、はい、これがまたこのボードマットシルバーとなんか合いますよね。そうですね。僕が欲しいのはこの色かなっていう気がしてますね。すごい悩んだけどこれいいな。雰囲気にもぴったりだと思います。ありがとうございます。そう、部屋の写真も見ていただいて、はい、そうなんですよ。部屋の写真も見ていただいてこれじゃないですかって提案いただいて、はい、そういうふうな僕になかった発想をいろいろこう今回見つけていただいたのも嬉しかったですね。ありがとうございます。この色だな。これですね。はい、多分僕が今これって言ったらしばらく変えることはないんですけど、もしなんか気が変わって色変えたいとかなったらそれを変えることもできるんですか？もちろんですよ。1枚からチェンジすることができますので、まあ、シルバーじゃなく白がいいですとか、はい、黄色がいいって言った場合はそこだけお色を変えて楽しむこともできますので、色の組み合わせもできるってことなんです。はい、そうです。そういうことも確かにあの辺りとかもこういうこともできるんですね。はい、中は赤、中赤、仕切りは白みたいな感じで、そっか、これごとにも変えられるってこと、はい、へー。棚板ですね。USM ちょっと小物をうまく収納するのが難しいので棚板を入れて小物を収納したりということもあるんですけど、はいはい、棚板だけちょっと差し色で赤を入れたり黄色を入れたりっていう方もいらっしゃいます。いや、これはここまで考え始めたらもう本当永遠に悩み続けますよね。一旦僕はもう本当さっき言った通り一色で締めていきたいなと思うんですけど、でもこういうこともできるってことですね。はい、いや、これは楽しいわ。みんなそんなここで色とか悩んでる方一発で決まります？もう大体3回ぐらい3回ましてですよね。はい、よりベストなものをだよな、はい、即決できる気がしなかったのが最初来た時にでも今日いろいろもうお話しいただいてだいぶイメージ固まったんで、はい、もう色はマットシルバーにします。かしこまりました。はい、すみません、さっきのマットシルバーに色入れ替えていただいていいですか？かしこまりました。マットシルバーにちょっと変更いたしますね。これはね、はい、これがマットシルバーです。やはり明るいお色ですと、はい、中もこうよく見えるので、いろんなものがこう管理しやすいっていう点も利点だと思いますね。はい、中にライトとかも入れたりもできるんでしたっけ？はい、できます。そんなのできるんですよね。でも横にいろんなパーツありますね。はい、あのパーツから選ぶんだ。植物、そうですね、植木鉢みたいな植物も、あります。形もそうですけど、堅牢なので、こう高いところに例えばグリーンを持っていくっていう時に、これをひたすらこう上に立ち上げていって、空中にグリーンをっていうことも可能です。結構スチールチューブとそのボールジョイントが軽いのかなとか思ってたら、これめちゃくちゃ重いですよね。はい、これが丈夫だわ。このボールの部分が真鍮の無垢材なので、かなり重さがあります。ですよね。まあ、もちろん動かせないレベルの重さではないんだけど、思った以上にずっしり、ちゃんとずっしりしてて、堅牢って感じですよね。そうですね。2、3キロ、3キロぐらいありますね。はい。
パネルも結構、これテレビ、当たり前ですけどテレビとか置けるぐらいに、はい強度すごいしっかりしてるってこと1枚50キロぐらいが目安に50キロなりますので、へー水槽を置かれるっていう方も、熱帯魚の水槽を置かれるっていう方ですと補強バーを入れてしっかりもっとそれはできるんですか。もっ補強と入れるとどれぐらいだいたい80キロとかで80キロ本数によってもうちょっとたわみ防止にはなるんですけども、十分強度が、十分ですよね。上がりますので、実際ベンチにも座っていただけるようにできます。座ることもできるぐらいの感じなんだ。そっか。足が10センチ、10センチですね。で真ん中が25センチですね。で横幅が今これ2つ合わせて1500ですね。それで上が10センチですね。で10センチだけど周りのパネルは全部抜いた形になってるので、軽快な感じですし、軽やかになってると。で上に天板があってとかですね。これですね。これにしましょう。これで大丈夫ですかね。大丈夫です。これをオーダーしますよ。ちょっとお届けスイスからそうなんですよね。お届けにどれぐらいかかるんでしょうね。大体目安なんですけど2ヶ月から3ヶ月ぐらいですね。いやこの時間も楽しみに待つ時間も楽しみ。そうですね。その間にじゃあこれをより美しく見せるために周りに置くものとかいろいろ考えてますね。照明をちょっとUSM に当ててみたりとかっていうのもすごく演出の一つだと思うので、楽しみにちょっとお待ちいただければと思いますので、待ってる時間も本当楽しめると思うので、楽しみにしています。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。納品いただくの楽しみにしています。お伺いいたします。はい、じゃあまた遊びに来ます。ぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございました。